皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。今日もポッドキャストを聞きに来てくれてありがとうございます。はい。ということで、皆さんね、私のこと知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実は今私沖縄に住んでいます。もともとはね、北海道出身で26年間北海道に住んでいました。ということで、今日のテーマは沖縄 vs 北海道ということで、この2つの県についてお話をしていきたいなと思います。皆さんは日本といえばどこを思い浮かべますか？東京とか京都とかですかね？大阪とか？でも日本にはね、全然違う魅力を持った地域がたくさんあります。その代表が北海道と沖縄かなと思います。日本の一番北にある北海道と一番南にある沖縄。日本はね、結構縦に長い国なので、この2つの箇所には大きな違いがたくさんあります。そう、実は日本人の人気国内旅行先ランキングみたいなのが毎年ね、出てるんですけど、1位が沖縄、2位が北海道なんですよ。で、毎年ランキング出たりするんですけど、たまに1位が北海道になったり、2位が沖縄になったり、それくらいこの2つの県は日本人の中でも旅行先としてとても人気な場所になっています。で、その両方に住んだことがある私が、実際に住んでみて分かったことをベースに、北海道と沖縄、それぞれのいいところをね、皆さんに紹介をしていきたいなと思います。どっちがいいのというよりは、どっちも良さが全然違うので、そんな感じで聞いてくれたら嬉しいです。はい。まずはですね、一つ目。気候が全然違います。はい。北海道はイメージしている通り、めちゃくちゃ寒いです。冬とかは普通にマイナス20度とか、本当にめっちゃ寒い時はマイナス30度とかまで行っちゃったりします。で、私が特に住んでた地域は寒くなりやすい場所だったので、冬はもうマイナス25度とか全然普通です。もう寒すぎて、水道のパイプの中にあるお水が凍ってしまって、そのね、膨張して破裂してしまって、パイプが壊れたりとか。なので夜は毎日水抜きっていう作業が必要だったりとか、シャワーに残っている水とかをシャワーを振って、水を抜くっていう作業をしないと、次の日の朝凍ってしまって、水道をひねっても水が出てこないみたいな。それくらいね、寒くなりますね。雪ももちろんたくさん降ります。はい。もう雪は本当にもう災害レベルで降る。もう学校に行けなくなって学校がお休みになっちゃうくらい。あと会社に行くときも本当いつもより30分も前に出ないともう雪がたくさんあって全然たどり着かないみたいな。それぐらい雪がひどくなることもありますね。で、一方で沖縄はやっぱりもうイメージ通りもうめちゃくちゃ暖かいですね。冬でも15度ぐらい、一番寒くても15度、13度、12度とか、それくらいプラスなんですね。はい。なので、コート全然いらない日とかもあります。はい。北海道だったらもうダウンとかコートとかもうニットの上にコート着て、みたいな。本当に寒い時はもうダウン着ないともう寒いっていう感じだったのに、もうコートすら必要ないですね、沖縄では。これ最初かなりびっくりしました。沖縄はもともと暖かいってイメージはあったけど、さすがに冬は寒くなるかなと思ってコートをね、北海道から持ってきてたんですけど、一度も着ることがなかったです。はい、今年の冬一度もコートを着なかったですね。全然あったかいスウェットとかパーカーとか、厚めのカーディガンとかあれば全然十分でした。はい。もともとね、私が寒いのにちょっと耐性があって強いからかもしれませんけど、全然コート必要なかったです。はい。もちろん寒くなるんですけどね。全然寒くなるけど、コートを着るほどではないっていう感じです。はい。
北海道だと冬になったらもう雪も降るし、外に出たらめっちゃ寒いし、だから外にね、出たくなくなるんですよ。冬は家の中に引きこもって、家の中はね、結構あったかい。ストーブとかも焚くので、あったかいし、家にいればね、全然大丈夫なんですけど、沖縄はね、全然外行けますね。冬でも全然外で過ごせるなと思いました。なので、ライフスタイルも全然違いますよね。うん。北海道だと結構大きめのストーブ、あったかい暖房器具がね、家には必ずあるかなと思うんですけど、沖縄にはストーブなんてないし。あと、北海道のちょっと古めの家とかは、エアコン、クーラーがない家とかも全然あります。うん。最近は結構異常気象とかで、もう暑くなってきてる。北海道も結構暑くなってきてるから、最近の家とかにはエアコンついてたり、クーラーついてたりするんですけど、多分、私が子供の頃とかは、全然暑くなかった。もちろん暑くなる時もあるんだけど、暑い期間がすごい短いんですよね。もう1週間とかすっごい暑くなる時あるんだけど、もうそれ過ぎちゃったら割ともう暑くない。で、8月の中旬を過ぎたら、もうカーディガンちょっと必要かなっていうぐらい、夜はもうカーディガンが必要なのかなっていうぐらい、ちょっと肌寒くなったりするんですよ。はい。なのでエアコンとか、私の実家ちょっと今もう、事情があって実家は今もうないんですけど、実家には、クーラーがなかったですね。はい。なので小さい頃とかは扇風機で過ごしてました。はい。私が一人暮らししていた家にはエアコンとかクーラーはついてたんですけど、結構昔の家とかにはついてない、クーラーがない家とかもね、北海道は全然あります。うん。でも沖縄ではもうクーラーが必須ですね。はい。そして除湿機っていう、湿度をこう落としてくれる、湿度を下げてくれるような機械とかも入れないと、もう湿気が多くって、カビが生えてしまうので、北海道では一度も使ったことがなかった除湿機っていうのをね、家には2台置いて、カビ対策をしています。もう本当除湿機って空気中の多分水分をこう集めてくれて、空気中の湿度を下げてくれるものなんですけど、一日その機械を動かしていたら、タンクに水が溜まる方式になってるんですけど、タンクの中がもう満杯になって、もう一日にもう2回、タンクの水を捨てないと、こうパンパンになっちゃうぐらい、結構湿度がね、高い地域になっています。でもね、なんか自然と嫌な感じはしないんですね。まあ私が海の近くに住んでるからなのもあるかなと思うんですけど、沖縄のこの暑さとこう湿気っていうのは意外と大丈夫な気がします。どちらかというと東京とか大阪とか、私おじいちゃんが兵庫県っていうね、大阪の近くにある兵庫県に住んでるんですけど、兵庫とかの方がもう全然なんかもっとジメジメしてて、ちょっと嫌な暑さな感じだったような気がします。なので沖縄は結構私が住んでる地域が海が近かったり、結構風が吹く地域なので、過ごしやすい。湿気が少しあっても全然過ごしやすいかなと思います。なので沖縄の夏はすごく好きです。もちろん暑いけど。はい。暑いけど結構好きですね。はい。あとは二つ目ですね。食べ物の違いが結構あるなと思います。北海道といえば海鮮有名ですよね。シーフードが有名で、お寿司とか美味しいし、カニとかイクラとかホタテとか、もうめっちゃくちゃレベルが高いです。お店のレベル、レストランのレベルももちろん高いし、スーパーに並んでるね、食材もレベルが高い気がしますね。うん。正直ね、北海道の海鮮は日本トップレベルじゃないかなと思います。はい。一方で沖縄は、なんかジャンルが全然違う感じですね。例えば、ゴーヤっていう苦い野菜があるんですけど、知ってる方いますか？皆さんの国ではゴーヤ食べることあるかな？私は北海道に住んでた時は全然食べたことがなかったんですけど、沖縄にはゴーヤっていう野菜が結構よく取れるみたいで、スーパーとかにもよく並んでいます。
で、沖縄の家庭料理といえば、ゴーヤチャンプルですね。チャンプルっていう料理があるんですけど、ゴーヤと、豆腐だったりとか、あと卵と一緒に炒めたものをなんかチャンプルって言うんですけど、そのゴーヤチャンプルっていう食べ物だったりとか、あとは沖縄そばですね。これもびっくりしました。そばって白っぽかったりグレーの色をしていて、ちょっと細い麺のイメージが、一般的なものだなと思うんですけど、沖縄のその沖縄そばっていうのは、ちょっと太くて、なんかうどんみたいな感じなんですよね。そばっていう名前なんだけど、なんかうどんっぽい感じで、なんかあっさりめの出汁の中に麺が入っていて、で、トッピングに豚のなんか分厚い、なんていうかな、そう、三枚肉とかって言うんですけど、豚の厚い、チャーシューみたいな。チャーシューとはまたちょっと違うんですけど、角煮っぽい、すごいね、豚の骨付き肉だったり、骨がついてない肉もあるんですけど、それが乗っていて、それと一緒に食べるようなものが沖縄そばって言うんですけど、それとかも結構独特な食文化だなと思いましたね。うん。はい。あとはラフテーって言って、北海道とか、他の地域では豚の角煮って呼ばれるものなんですけど、沖縄の角煮、ラフテーっていう名前なんですけど、それは沖縄の泡盛っていうお酒があるんですけど、そのお酒を入れて作るみたいで、はい。ラフテーっていう豚の角煮なんですけど、すっごい美味しくて、私は大好きです。もちろん普通のね、豚の角煮も好きなんですけど、沖縄のその泡盛っていうお酒で作られた、煮込まれた、ラフテーは、ちょっとね、大人の味がする。ちょっと、おしゃれな味がする感じですね。でも、すごく美味しいです。はい。なので、ちょっと南国っぽい料理だったりとか、独特な食べ物が多いかなと思いますね。はい。あと、面白いのが、味付けの違いがあるなと思います。結構北海道は、濃い味が多いですね。うん。寒い地域だからかな。なんかしょっぱくて、結構濃い味が多いかなと思うんですけど、沖縄は逆にシンプルな結構薄味が多いかなと思います。うん。はい。ここもね、ちょっと味付けの文化の違いを感じたりしますね。あと、お醤油が、北海道とかは結構しょっぱいお醤油を使うんですけど、九州とか南の日本の地域は結構甘めの醤油を使うみたいで、醤油の味も全然違うのが、なんか面白いなって思いますね。うん。はい。あと3つ目。これが、人の性格とか人の雰囲気、ちょっと違うかなと思いますね。うん。なんか、北海道の人、優しい人結構多いんですけど、なんか若干最初クールに感じる人もいるかもしれないなと思います。言われることもありますね。うん。一方で沖縄の方なんかフレンドリーなイメージがあります。うん。結構沖縄にはナンクルナイサーっていう考え方があるんですけど、これ沖縄の方言で、ナンクルナイサーっていうのが、なんとかなるよ、みたいな意味ですね。なんかこの感じとかはすごく沖縄っぽいなーって思います。うん。はい。ちょっと人の雰囲気も若干、なんか沖縄は南国の、なんか明るい方が多いイメージがありますね。うん。あと4つ目。が、時間の流れですね。これ、住んでいて一番感じたかなと思う部分になります。沖縄は結構、晴れの時期も多いし、夏が結構長かったりとか、一日の日が出てる時間も長いせいか、時間がゆっくりに感じますね。うん。はい。あとなんか、ウチナータイムって言われる言葉があるんですけど、結構沖縄の方は、ウチナータイム、その沖縄時間みたいなのがあって、結構ゆったりマイペースな方が多いと聞きますね。うん。私ね、まだ実は沖縄のお友達、ちょっとまだ全然作れてなくって、私もこれは勝手なイメージなんですけど、はい。なんか、ウチナータイムっていう感じで、ゆっくりマイペースな方が多いイメージがあります。
はい。でも私も、もともとフィリピンに1年半住んでて、フィリピンの方も結構マイペースでゆっくりな方が多いイメージでしたね。うん。はい。あとは、5つ目が自然の違い結構あるなと思います。北海道は結構平たい場所が多くって、畑とかもすっごい大規模なんですね。すっごく大きい畑がたくさんある、はい、イメージでスケールが大きい感じですね。広い大地みたいな、もうほんと広い大地があって、あと雪がね、たくさん降ったりとか、大自然みたいな、もう結構そういうダイナミックな自然があるみたいなイメージなんですけど、沖縄はやっぱり海が特徴的かなと思います。はい。エメラルドグリーンでもう透明度もすっごく高いし、リゾート感がすごくある場所だなと思います。うん。北海道はね、ビーチが実は小樽かなっていう場所にあるんですけど、私行ったことないんですけど、全然やっぱりレベルが違って、沖縄の海はすっごく綺麗ですね。私もよく疲れたなーっていう時は、自転車を漕いで、海に行ったりとかします。やっぱり綺麗な海を見ると癒されますよね。はい。あと6個目は、実際に住んでみて感じたことですね。ここはちょっとリアルな、住んでみての感想になるかなと思うんですけど、正直、どっちがいいか、北海道がいいかとか、沖縄がいいかとか、いろいろありますよね。都会がいいかとか、田舎がいいかとか、いろんなことがあると思うんですけど、正直、人によるますよね。皆さんはどっち派ですか？都会に住むのが好きですか？それとも田舎に住むのが好きですか？あとは寒い地域に住むのが好きですか？それとも暖かい地域に住むのが好きですか？どうかな、皆さんは。ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。例えば静かに過ごしたいなって方は田舎が好きだったり、あとは自然を感じたいなっていう方はやっぱり北海道とかね、そういう場所がおすすめかなと思います。うん。あとは暖かい場所がいいなとか、のんびりした時間を過ごしたいなっていう方は沖縄おすすめかなと思いますね。今私は、沖縄に住んでいるんですけど、私は沖縄が合っている、すごく好きな場所だなと感じています。うん。でもやっぱ時々北海道の冷たい冬の空気とか、食べ物とかは恋しくなりますね。沖縄はあんまり北海道でよく食べるような魚とかがあんまりなくって、うん、魚料理が結構少ないイメージがありますね。なので北海道に帰ったら美味しい食べ物と北海道の冬の空気を吸いに行きたいなと思います。はい。ということで、今日のお話をまとめると、北海道は寒いけど、冬は寒いけど、自然と食べ物がもう最高です。あと、北海道にはたくさん温泉があります。うん。一方で沖縄は暖かくて、海があって、ビーチがあって、人も緩くて、結構住みやすい場所かなと思います。うん。北海道みたいに冬に、ストーブを焚かなきゃいけなかったりとか、灯油とかもすごく高いんですね。ストーブをつけるには燃料だったり必要なんですけど、それがめっちゃ高かったりとかするので、生活コストもかなり高いんじゃないかなと思います。逆に沖縄はクーラーとかエアコンをいっぱい使うので電気代が上がったりとかね、しちゃうんですけど、でもそれに比べてやっぱり灯油とかストーブに使う燃料はもっともっと高いかなと思います。全然1ヶ月に4万円ぐらい？はい。燃料代だけで4万円とか、もっと広いお家だともっと使うかもしれないですね。っていうぐらい結構ね、冬の生活コストは結構冬は北海道はあるかなと、負担になるかなと思いますね。うん。沖縄は全然暖房がいらないくらいあったかいので、そういった意味ではコストが安い、低いかなと思います。うん。はい。ということで皆さん、北海道と沖縄、どっちに行ってみたいですか？行ったことがある方はどっちが好きですか？ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。はい。私もね、どっちも大好き。だけど、やっぱ住むなら私は沖縄がいいなと思いますね。冬は寒くないし、海も近くにあってリフレッシュできるし。ちょっとね、温泉がないのは、ちょっと沖縄にはね、温泉があんまりないので、それだけかな。
はい。温泉があったら完璧です。どちらも好きですね。どちらも好きだけど、私は住むなら今は沖縄がいいかなと思っています。はい。ということで、はい。またね、いろんなテーマで、この日本語のポッドキャスト撮っていきたいなと思いますので、皆さんからもこんなの聞きたいっていうのがあったら、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。コメントもね、全部チェックしていきます。ということで、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。またねー。